こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は、労働施策総合推進法改正になりまして施行が2026年4月からとなります。それに伴いまして、治療と仕事の両立支援というのが努力義務となりますので、その内容について見ていきたいと思います。治療をしながら、そして働くという職場環境を実現をしていくための取り組みとなっております。今現状は育児と仕事、介護と仕事の両立が進められておりますが、いよいよ次は治療と仕事の両立ということになってきます。今回の概要ですけれど、まずは治療と仕事の両立の実態について見ていきたいと思います。そして今現状は推奨となっておりますけれど、いよいよ法律に明文化をされて努力義務となりますので、その内容について見ていきます。この努力義務化によって企業はどのような具体的取り組み、対応をしなければいけないのか。そしてこの取り組み、放置をすることのリスクについて見ていった上で、最後に自社の対応、そして自社の両立支援の状況のチェックをしてみたいと思います。まずは治療と仕事の両立の実態を見ていきたいと思います。近年ですね、治療をしながら働き続けるという状況がどんどん増えてきているということになっております。その理由ですけれど、大きく2つ挙げられております。まずは働き手の高齢化ということで、少子高齢化を受けて日本全体の平均年齢が上がっているというところもありますし、人手不足によって高齢者の労働市場参画というのが増えてきているという状況になっています。実際にですね、65歳以上の就業者の全体の就労者に占める割合というのがですね、2005年は 7.6% だったのが、約10年経って 10.6%。そして2024年には 13.6% となっております。以前は政府もですね、65歳以上の就業者割合の統計データというのは5年おきに行っていたんですけれど、近年はですね、やはり高齢化が進んできたこともありまして、毎年1年ごとにデータを取っているという状況になっております。また、入院から通院へ変わってきたというところもあります。医療の進歩ですとか、疾病構造の変化、こういったものを受けまして、通院をしながら社会生活を送れるケースが増えてきた。入院をしなくても治療だけで、通院だけで病気を治していける、抑えていける。そしてその分働いてもいけるという。今現状ですね、通院しながら働く人の割合というのが2022年のデータでは約4割というようなものが出ております。20年前ですね、3割未満だったものが今は随分増えてきたということになっております。ただですね、治療、そして療養による離職というのはですね、やはり相変わらず 20% あるというようなデータもありますので、やはり仕事と治療の両立という環境整備が非常に重要になってくる。そんな中でですね、今現状は推奨ではありますけれど、今後はですね、2026年4月からは法律に根拠を持つ企業の基本的責務となります。法律の根拠になりますのは、労働施策総合推進法、もうすでに改正が終わって施行を待っているという状況ではあります。この努力義務化によって何が変わるのかと言いますと、事業主は治療を受ける労働者について相談窓口の明確化、そして研修による意識啓発などの必要な措置を講ずることが努力義務という形で明記をされます。では、ここで治療を受ける労働者とはどのような労働者なのか、具体的な対象があるのかということですが、ここに関しましては、両立支援の対象となる疾患に関しての特定のリストはありません。やはりですね、医師の診断により、増悪の防止のため、反復継続して治療が必要と判断され、
かつ就業の継続に配慮が必要となるすべての病気が対象というような形で書かれておりますので、具体的にこの疾病の場合には両立支援をしなければいけないというようなことはありません。例えばですね、具体的に多いのは、がん、脳卒中、心疾患、そして糖尿病、肝炎、そしてその他の難病、さらにですね、含まれるのがメンタルヘルス不調という形になっております。今現状一定期間休職となる原因で一番多い疾患というのがメンタル不調、そして2位が癌という形になりますので、やはりですね、メンタル不調もこちらも治療と仕事の両立の対象となるというところに、ポイントがあるかと思います。ではですね、この努力義務によって企業は具体的にどのような取り組みをしなければいけないか、対応しなければいけないかというところを見ていきたいと思いますが、まずはですね、企業として取り組んでいただきたい内容としては大きく4つ項目を挙げております。まずは基本方針の周知ということで、社内において両立支援に取り組むという方針の表明をしていただいて、それを周知をするというのがまず第一歩になっております。そして次にですね、窓口の設置、そして対応フローという形になりますけれど、窓口の設置、こちらはですね、他のハラスメント関係でも相談窓口設置している会社も多いかと思いますけれど、やはり相談窓口を設置していただく、また一本化をしていただくというところ、そしてさらにですね、多いのが、やはり通常業務と兼務をしている場合が多いと思いますので、担当者の不在時のルールなども決めていただくと良いかと思います。そして申し出があった後の対応フローというのも作成をする必要があります。そして当然ですね、健康情報というのは機微情報になります。守秘義務がありますので、その情報に関しての管理のルールというのも定めていただきたいと思います。そしてその上で、やはり治療をしながら働き続けるということになりますので、柔軟な働き方の対応ということで、時短、残業の免除、そして通院時間の確保、深夜業務の配慮といったところもありますし、場所に通勤が難しいとなる場合には、テレワークや時差出勤、勤務日の調整なども必要。そして、やはり心身ともに、健康な状態ではありませんので、負荷軽減のための、措置ですとか、業務の転換、配置の転換なども検討していただく必要があるかと思います。こういった部分はですね、やはり上長が理解をしていないと対応できませんので、さらには啓発研修というのを、特にですね、管理職に対して行っていただいて、理解を促してほしいと思います。このような形で、今現状は努力義務ではありますけれど、ではやらなくてもいいのかというと、企業にはですね、安全配慮義務というのも別であります。こちらは労働契約法に書かれているものではありますけれど、従業員の生命や身体などの安全を確保しつつ、労働できる環境を整える義務がありますので、配慮せずに過度な負担を強いているような場合ですと、安全配慮義務違反となる可能性があります。これによってですね、様々なリスクというのが考えられまして、やはりですね、心身ともに健康ではない状態になりますので、事故のリスクというのが増えてくる。最近はですね、平均年齢上がってきておりますので、高年齢者の労災事故というのが増えているところも気になります。また、安全配慮義務違反での訴訟というのがリスクがあります。近年は増加傾向にあり、さらに高水準で推移をしている状態。その結果ですね、社会的信用を損なう可能性もあります。また、こういった安全配慮義務、放置をしていると定着率の低下、離職の増加を引き起こす可能性もありますし、近年はですね、人手不足というところもあり、人手不足倒産も年々増加をしている状況なので注意が必要になってきます。では、自社での対応と両立支援状況のチェックですけれど、やはりですね、治療と仕事を両立する上では、柔軟な働き方というのが重要になってきますけれど、その上でですね、まずは確認をしてほしいのが、時間外労働の状況の確認、そして年次有給休暇の消化率ですね。あとはテレワーク導入の実績、運用状況。
また、従業員の定着率、勤続年数なども確認をしてほしいと思います。そして、平均年齢上がってますので、従業員の平均年齢なども気をつけていただいて、健康診断に関しましては毎年実施をしているかと思いますけれど、その結果、再度確認をしてほしいと思います。中小企業においてはですね、なかなか治療と仕事の両立というところで対応は難しい場合も多いかもしれません。企業単独で申し込む、助成金は今のところ見当たらないんですけれど、団体で申し込むものというのがあります。労働者健康安全機構というジョハスというところがやっているものになりますが、こちらはですね、団体経由で健康を保持するための保険活動推進助成金というのを設けております。上限は500万円で、対象となる健康保険サービスに関しては、ストレスチェックですとか、医師の保険指導、そして治療と仕事の両立支援などに関して助成金が支給がされます。こちら、令和7年においてはもうすでに締め切りをなってしまっているんですけれど、こちら、令和7年の5月に募集を始めて、2ヶ月余りで予算上限に達したために締め切っておりますので、令和8年度、また再度ある場合にはですね、今から準備をしていって、こちらの助成金を申し込んでいただきたいと思います。そして、自社、具体的に取り組んでいきたいとなった場合はですね、会社の規模や業種等によって異なってきますので、こういった治療と仕事の両立について対応を検討してみたい、自社の場合はどうしたらいいんだろうかというような気になる点があれば、専門家にご相談いただければと思います。まずはですね、情報収集が第一歩だと考えております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。